皆さんこんにちは、クレアです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんのリサイクルコットン 100% と、それからセリアさんのミルフィムソックヤン、この2つの糸を使用してエコバッグを編んでいこうと思います。で、とても可愛らしい感じの模様編みと、サイドの部分はこちらのミルフィムソックヤンを使用していこうかなと思うんですけれども、バイカラーな感じでおしゃれなバッグになるかなと思いますので、最後までご視聴していただいて一緒に編んでいただけたらなと思います。それではまず糸のご紹介からになります。ダイソーさんのリサイクルコットン 100% ですね。で、私が使用するのは色番が RE の2のライトイエローですね。こちらを使用していきます。で、材質は綿が 100%、50g、120 メートルの長さで、おすすめの塩針はかぎ針は6号針ということです。はい。で、これが、リサイクルコットンダイソーさんので、こちらがセリアさんのミルフィムソックヤンになります。で、私が使用していくのはカラーナンバーが15番を使用していきます。法定表示はアクリルが 100% で 35g の105メートルの長さ、使用のかぎ針は4から5号の指定です。こんな感じのね、色が出るんですけれども、これは22の絵って書いてあるので、これもね、去年のものになるんですけれども、去年のものをちょっと手持ちで持っていたので、これを使用していきます。で、イエローをメインにして前面にバーンと持ってきて、サイドのところをね、このミルフィムソックヤンで編んでいこうと思うので、なので緑と黄色って合うじゃないですか。なのでこのミルフィムにしたんですけれども、今年のものではないんですけれども、今年は今年で新しいミルフィムソックヤン出てるかなと思うので、この、色に合う感じですよね。赤だったら赤系のものとか紫を持ってくるとか、緑だったら黄色とか、ここにも黄色入ってますよね。で、グリーンとかでも全然合いますし、このミルフィムソックヤンの中の一色を使うとうまくまとまりが出るかなと思いますので、もしも他の色味ですよね、全然いっぱいあるので、それを使われる場合にはこの中の一色を使われるとうまくまとまるんじゃないかなと思います。っていうのが糸のご紹介で、それから使用する道具はこちらです。段数マーカーととじ針とハサミで、かぎ針は2本使っていこうと思うんですけれども、6号針 3.5mm ですね。これを使っていくときはリサイクルコットンを編んでいくときにこちらの6号針 3.5mm で、ミルフィムソックヤンサイドのところを編んでいくときには5号針 3mm を使用して編んでいこうかなと思います。それではちょっと中からね、糸を取り出しまして、今回はごぼっと取れずにいきましたね。で、かぎ針はこちらですね。6号針 3.5mm で編んでいきます。で、まず糸端は糸処理できるぐらいに残していただいて、結び目を作ります。はい。で、今回編んでいく模様編みが7の倍数なんですね。斜めで一模様になっているので7の倍数でいこうと思うんですけれども、往復編みでずっと編んでって左右対称に入るにはそれにプラス2目した数でいきたいので、7642プラス2の44目スタートで編んでいこうかなと思います。鎖を44目編んできました。で、端っこに合わせて、大体なんですけれどもこんな感じで測っていきますと、29センチぐらいかなっていう長さです。はい、参考にしてみてください。ちょっとね、鎖のこの編み方とか、それからこのね、測り方によってもちょっと違うかなと思うんですけれども、大体それぐらいで参考にしてみてください。はい、ではですね、ここから1段目編んでいきます。それでは1段目は細編みを編んでいきます。鎖をまず1つ立ち上げて、1段目裏山に編んでいこうと思うので、1つ目2つ目ですね、2つ目の鎖の裏山、ここから細編みをスタートしていきます。まず1目細編みを編んで、で、目印にマーカーつけとくと分かりやすいかなと思うので、マーカーを細編みの頭につけておきます。はい、そしたら次の目に裏山ですね、入れてもらって、また細編みで、また次の目ですね、はいの裏山に入れて細編みという感じで、裏山1つずつを取って44目あるので44目分の細編みを端まで編んでいきます。端まで細編みを編んできました。で、合わせて測ってみたいと思います。27.5
5センチぐらいですね。先ほどよりちょっと小さくなったかなと思います。はい、ではですね、ここからまた2段目編んでいきます。それでは2段目です。2段目はもういきなり長編みを編んでいこうと思うので、長編みの立ち上げ方法っていうのは私いつもやってるんですけれども、長編みになるような立ち上げでやっていきます。下の説明欄にも詳しい動画がありますので、よろしければそちらの方もわからない方は見ていただければなと思います。で、今みたいな感じで長く引き伸ばして、くるんと時計回りに回します。はい。で、ちょっとこんな感じでねじれてるんですけれども、中指でずっと押さえておいたまんまで、くるんと引っ掛けます。そうするとねじれてると思うんですけど、その状態で中指で押さえたまんまで、一番最後に編んだ細編みの頭に入れて、引っ掛けて引き出してきます。で、今ねじれてるのと引き出したので3本になってると思うんですけど、引っ掛けて中指で押さえたまんまで最初の2本を引き抜きます。ここまでできたら中指を離してちょっとここをね整えてからかけて次の2本を引き抜くという立ち上げ方でやっていきますね。これの方がねすごく便利なんですよ。いつも言ってるんですけど。でこのねここですね。こことここ右の方くるっと向けるとね細編みじゃないや鎖みたいなところがあるんですね。ちょっと今ねこう糸が割れてるのでこんなんなんですけど、こういった感じでとりあえずここら辺に入れようかなっていうところであるので、ここにマーカーをつけておきます。はい、こんな感じです。ここにつけておいて、これも長編みとみなして編んでいきますね。次の目が細編みじゃない長編みになります。間違えた。長編みを編んでいきます。引き出して最初の2本を引き抜いて次の2本を引き抜く。はい、長編み長編みときましたら次がね2目鎖です。あんまりね大きくない方がいいんですよねこの鎖。はい、普通ぐらい、あんまり大きくないような感じでしてみてください。そしたら次長々編みと長編みと長々編みを使って、3目一度をしたいと思います。長々編みなので2回ぐるぐるっと引っ掛けます。でその状態でこの長編みの次の目にかぎ針を入れてかけて引き出してきます。そうするとね4本になってると思うんですけど、何でもかんでも長編みとかだったとしても最初の2本から引き抜くじゃないですか。なので長々編みは同じで最初の2本を引き抜きます。で今3本になってると思うんですけど、引っ掛けて次の2本を引き抜きます。これで長々編みの未完成が1本できました。そしたらその状態のまんまで次の目をスキップしてその次の目、ここに長編みを編みます。かけてから1つスキップした次の目、ここに入れて引っ掛けて引き出してきて最初の2本をかけてから引き抜きます。これはね長編みの未完成。そしたらその次に長々編みの未完成というのを作ります。で2回長々編みなので2回ぐるぐるっと引っ掛けて1つ次の目をスキップでその次の目に長々編みの未完成を編んでいきます。かけて引き出してきます。そうすると12345本になってると思うんですけど、最初の2本を最初引き抜いて長々編みはあともう1回引き抜かなきゃいけないので引っ掛けて次の2本を引き抜きます。で最終的にこの4本になった状態でかけて全部一気に引き抜いてよいしょ。はい、これで3目1模様1模様じゃない3目一度になりました。その状態で鎖をねここもねあんまり大きくないようにしてください。鎖を2目編みますっていうののリピートです。この長編みからね。はい、そしたら次の目引っ掛けて次の目、ここのところに長編みを1目編みます。もうここからの繰り返しなので長編み長編み、次も長編みです。はい、そしたらこの3目一度その間に鎖を2目ずつ編みたいので長編みを編んだら鎖を2つ編みます。ちょっとあんまり大きくない感じの鎖でぐるぐるっと2回引っ掛けて3目一度なので、今この入れた長編みの次の目からスタートですね。かけて引き出してきて最初の2本を引き抜きます。
で引っ掛けて次の2本を引き抜いて、そのまんまの状態でかけて1つスキップした次の目、ここに長編みです。長編みの未完成かけて最初の2本を引き抜きます。長々編みの未完成と長編みの未完成で、次が長々編みの未完成を作ります。ぐるぐると2回引っ掛けて次の目をスキップ、ここスキップで次の目、ここのところに長々編みの未完成を作ります。かけて最初の2本を引き抜いて引っ掛けて次2本を引き抜きます。で最終的にこの4本になった状態で引っ掛けて全部引き抜いて、よいしょ、鎖を2つ編むという感じです。で引っ掛けて入れたその次の目からまた2つ連続長編み、もうここから来るともう繰り返しなので長編み2目編んで、こんな感じで長々編みの3目1度、長々編みと長編みの3目1度をするという感じです。ちょっと長くなっちゃうかもしれないので、この辺りをちょっと参考にしていただいて巻き戻してみていただいて編んでみてください。はい、こんな状態で端まで編んでいきたいと思います。はい、こんな感じで端の方まで編んできました。で今ここまで、3目1度してまだ鎖を編んでないので鎖を2目編み入れて、残りの目数が1、2と2目残ってる状態です。でこれを編んだその次が長編み2回連続だったと思うので、長編みをまた1つで最後のこのマーカーついてるところに長編みを編み入れて、これで2段目の終了になります。それでは次3段目です。3段目も同様に長く引き伸ばして立ち上げていきます。長く引き伸ばして時計回りにくるっと向けます。で向けたらぐるーんと引っ掛けて、一番最後に編んだ細編みの頭に入れて引っ掛けて引き出してきます。でかけて最初の2本を引き抜いて、でここでちょっと手を離して整えてから次の2本を引き抜くという立ち上げで立ち上げていって、またこの横の鎖っぽいところですね、上のここにマーカーをつけておきます。そしたら次の目が長編みになります。長編みを1目で2段目と3段目と対になるような感じですね。2段目と3段目で1つの模様になるんですけど、長編みは一緒なんですけど、この真ん中のところがちょっと違うんですね。2段目ってすぐに鎖2つ編んだと思うんですけど、今度は長々編みを先に編んじゃいます。2回ぐるぐるっと引っ掛けてこのまとめたところに入れます。でかけて引き出してきて4本なんですけど、最初の2本を引き抜く。で引っ掛けて次また2本を引き抜く。で最後2本を引き抜くという感じで、長々編みを編んだら、次は鎖を2つ編んで、この鎖もちょっと大きくならずにしてみてください。で引っ掛けてその次に長編みを1目編み入れます。で編めたら次が鎖を2つで編んだら、また同じ場所のところに長々編みを編んでいきます。2回引っ掛けてまた同じ場所に入れて長々編みです。はい、というここですね、長編みからずっとつながってここをリピートしていくという感じです。はい、でこれが編めたら次長編み2つをまた同じところに編み入れます。長編みの上に長編みで次の目も長編みと同じような感じで長編み長編みと編んだら、次長々編みになってきました長々編みですよね。で2回引っ掛けてまた同じ大きく開いた穴のところに入れて、まず長々編みを1目、はい、で編んだら鎖が2つでした。鎖を2つで編んだら次長編みでした。長編みを1目、はい、で編んだら次鎖が2つだったので鎖を2つ編んで、編んだら長々編み
ということで2回ぐるぐる引っ掛けて長々編みを編み入れますという繰り返しです。はい、この部分を参考にしてまた端まで編んでみてください。はい、こんな感じで端の方まで編んできました。で、最後のところは長編み2目で終わってるかなと思います。では次4段目に行きたいと思います。それでは鎖をまず1つ立ち上げて裏を向けます。で、この段と次の段は細編みを編んでいくんですけれども、まず一番端っこの長編みの頭から細編みをスタートです。そしてマーカーをまたつけておきます。で、つけたら次の長編みの頭にも細編みを1目。これ44目あると思うので44目分編んでいくんですけれども、次は長々編みの頭のところに細編みを1目。で、鎖はね2つ編んだと思うんですけれども、ここのところは側に入れて細編みを1目だけ編み入れます。鎖2目のところは細編みを1目にします。で、長編みの頭に細編みを1目。で、次鎖2目のところはスポットを入れまして細編みを1目。で、次長々編みの頭のところに入れて細編みを1目という感じで編んでいきます。で、また細編みの頭は長編みの頭は細編みですよね。で、次の長編みのところも細編み。長々編みのところ、鎖2目のところに細編みを1目だけ。で、長編みの頭に1目。鎖2目のところに細編みを1目だけ。という感じですね。はい。こんな感じで端までまた編んでいきます。はい、最後の目はマーカーのついたところに細編みを1目編み入れます。で、これは先ほども言いました44目になってるので44目分の細編みがあれば OK です。ちょっと不安な方は一度数えてみてください。それでは次上の段に行きたいと思います。鎖をまず1つ立ち上げてくるっとまた向きを変えます。で、またこっからはね普通に細編みだけこの段も、編んでいくんですけれども、前段の細編みの頭1つずつに細編みを編んでいくだけの段になるので、そのまんま44目細編みを編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。はい、これでこの段の終了です。それでは次6段目ですけれども、6段目からは2段目、3段目、4段目、5段目、この4段ですね、これのリピートになっていきます。なのでもう2段目の編み方を見ればすぐわかるかなと思うので、ちょっとここからは説明はしないんですけれども、下の説明欄のところにタイムコードが貼ってます。で、2段目のところをポチッと押したらまた2段目から始まるし、3段目のところをポチッと押したら3段目のところになりますので、そちらの方も見ていただいて編んでいただければなと思います。このねちょっと一見難しそうなここら辺するんですけれども、これのね繰り返しになるので、もうすごく簡単な感じで編んでいただけるかなと思いますので、ある程度高さが出るまでこの調子で編んでみてください。はい、こんな感じでずっと33段目まで編んできました。で、模様編みは123456788と8つ出てる状態ですね。で、上のところは細編み2段で終わってる状態です。はい。で、ここまで編めたら次の段階に行くんですけれども、ちょっと大きさだけ測っていきます。上から下までの高さがだいたい29センチぐらいで、横幅ですねちょっと整えます。それでだいたい 25.5 とかですね、25センチちょいぐらいの大きさになってます。では持ち手のところを編まなきゃいけないんですけれども、まだ左にこう糸がついたまんまの状態です。細編みでこう1段細編み2段目編んできて、ここでついてる状態なんですけれども、このついたまんまで今度上の持ち手のところを編んでいきます。持ち手の部分はこの一つのこの模様のところ、ここのところでこう持ち手ができるようにしていこうと思っているので、この9目分ですね編んでいこうと思います。で、一番端っこの細編みから数えて9つ目の細編みにマーカーですね。で、反対のところも右端の細編みから数えて9つ目のところにマーカーつけてあります。これがねこの長編みの上のところの細編み、
こちらの方も長編みのところの上の細編みという風になってます。でこの部分から同じ編み方になるので、ここのところは往復編みで同じような感じで編んでいきます。それでは持ち手の部分1段目ですね。まず長く引き伸ばしてくるっと向けて、で立ち上げをしていきます。でマーカーをつけたらもうここまではもうずっと一緒なので、次のところは長編みを編みますし、で次のところは長々編みの前に鎖を2つだったと思います。鎖を2つ編んで、でまた始めるという感じですね。ここまで編んで、で1つ飛ばして次のところが長編みの未完成で、また次が2回巻きつけて1つ飛ばして、次ここに長々編みの未完成を編んで、4本を一気に引き抜いて鎖を2つで、長編みを連続で2回だったので2つ編みます。でここまででいけたので、また同じようにここから、くるっと向きを変えて立ち上げる。でまたマーカー、これをここにつけておいて、同じような感じでずっと編んでいきます。こんな感じでずっと編んでいくんですけれども、こちらの方もね片一方編んでるものになるんですが、こんな感じで1,2,3,4と4つの模様を編んでいきます。でもちろん終わりのところは細編み2段に編んでるので、段数的には1,2,3,4つの4段で1模様が1,2,3,4ということで16段編むことになります。で16段編んで、次はまた右の方ですね編んでいかなきゃいけないので、またその時になったら動画でご紹介したいと思います。こんな感じで編んできました。16段編んであります。でまだここ糸をついてるんですけれども、これでまた上のところをかがっていくので、かがる分だけ残してカットしようかなと思います。でかがる分が、まず1倍ですね。で2倍、3倍、3倍とちょいぐらいでいいかなと思うので、それぐらい残してカットしたいと思います。で鎖1つ編むの忘れてた。鎖をねちょっと1個編んでシューッと抜いて、ちょっとねこの根元を押さえつつギュッと引っ張るとこの細編みがあんまりちっちゃくならないので、こんな感じにしておきます。できたら次はもう片方の方ですね。糸がこれぐらいしか残ってないんですけど、こっちの方もねいけたのでいけると思うので、これでまた糸をつけて編んでいこうと思います。それでは反対の方も一番端っこの細編みにかぎ針を入れまして、こっちの方はね糸端糸処理できるぐらいに残してみてください。でこれぐらいかな。でよいしょ、鎖をね1つ編んじゃって、これでもう取り付けようと思います。鎖1個編んで、でこっちの糸端をぎゅーっと引っ張るとこれで取り付けれたので、こっから編んでいこうかなと思います。でここの編み方も一緒なので、私は長く引き伸ばす立ち上げ方法でしているので、一番端っこのまた細編みですね、取り付けたところに入れて、これでよいしょ立ち上げていきます。でマーカーわからない方はつけてみてください。で次のところがまた長編みですよね。もう同じです。編み方自体はこっちの反対と同じなので、で次の目から長編みを2回連続で編むという編み方はもう反対と一緒なので、同じような感じで編んでいただけたらなと思います。ここもずっと編んだら糸処理できるぐらいに残して、糸処理じゃないや、こっちと同じようにこのかがっていく分だけ残してカットしてみてください。でもう一つ編まなきゃいけないんですけれども、こちらの方はこんな感じで全く同じような感じで編んで、私はもうちょっと糸端残してあるんですけれども、こっちの方はねこっちでかがる分をもう残してあるので、こっちの方はもう糸処理できるぐらいに残してパツッと切っていただければいいかなと思います。こんな感じで2枚編んでいただいて、それからまた次ですね進みたいかなと思いますので、頑張ってあと2枚、あともう1枚ですね編んでみてください。
それではサイドの部分を編んでいきます。で、こちらが前の前面に私はしようと思ってて、で、後ろの面はこちらですね。まあどちらも一緒なんですけれども、一応前の方と後ろの方と決めていただいて、分かりづらいようだったら前の方ですね。ここにマーカーをこうつけておくと、前部分って分かりやすいので、ご自分で分かりやすいように前の方に目印をつけてみてください。で、そしたら一番端から糸をつけて編んでいきます。で、ミルフィム側yarnは1本取りですね。で、かぎ針はこちら5号針 3mm を使用して編んでいきます。それではこの鎖が見えている一番端っこのところですね。ここが最初に編み入れるところになるので、かぎ針を入れて、で、こっちの糸端は糸処理できるぐらいに残して引っ掛けて引き出してきます。で、鎖をちょっと一つ編んじゃって、これ、取り付け分みたいな感じですね。ちょっとギュッと引き締めておいて、そのまんままた同じ目に入れて引き出してきて、よいしょ。で、引き抜き編みをしようと思います。で、またこのループを引き抜く。ちょっと糸割りしちゃってるんですけれども、はい。もう一回しますね。はい、できました。これ1つ目。で、マーカーつけとくと分かりやすいので、どれにしようかな。はい、このマーカーをちょっと一番最初ですよということで、こんな感じで半目につけておきたいと思います。で、1段目は引き抜き編みをするんですけれども、感覚的にはね、もう何目とか決まりはなくって、リブ編みで編んでいこうと思ってるんですね。なのでもうそんな目数とか気にせずにご自分でお好きな感じの感覚で編んでいただければいいかなと思います。で、こことかだったら細編みのこの段になってるので、一つずつ編み入れるとか、ここのところはもう、感覚がちょっと違うかもしれないので、長編みのね。なのでご自分でお好きな感じのところに入れて編んでみてください。で、引き抜く。ズボッとこう側に入れるんじゃなくって、こんな感じで糸を割って入れるようにしてます。こういった感じですね。糸を割ってじゃない、足を割ってですね。すいません。で、また次のところに入れて、2本ぐらい引っ掛けて、で、引き抜く。はい、ここのところはね、こっちじゃなくてもここに穴があるので、だいたい2本ぐらいですね。糸2本ぐらいを引っ掛けてじゃない、1本だとねビヨーンとここ出るじゃないですか、こうやって。なので2本こんな感じで引き抜き編みをするという感じですね。目数も気にせずにはい、行ってみてください。こんな感じです。はい、これで端まで編んでいきます。ここからずっと上の方まで編んできました。で、今編み入れたのがこの細編み2段ここにあります。この細編みのところまでこう引き抜き編みでずっと編んでって、目数的には私は58目になってます。で、これで1段目が終了で、次2段目なんですけれども、2段目は中長編みを編んでいこうと思います。鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。そしたら中長編み編み入れるのがこの鎖見えてると思うんですけれども、これの上の半目ここに入れて取っていきます。こっちだったらここですね。ちょっと割れてるんですけど、真ん中のところに入れます。ここだったらこの鎖の真ん中のところですね。ここに入れて編んでいこうかなと思います。で、鎖一つ立ち上げてくるっと向けたら、中長編みなので引っ掛けて一番端っこのこの鎖目からスタート。はい、ここに入れます。で、引き出してきて引っ掛けて3本を一気に引き抜く。これで中長編み1目編めました。で、マーカーをまたつけとくと分かりやすいので、ここですね。このねミルフィム側yarnすごいね糸割れするので、ピーッと1本だけ引っ掛けやすいんですよね。気をつけて編んでみてください。で、また引っ掛けて次の目のこの上のよいしょ半目1本、ここですかね。1本残ってますよね。はい、こんな感じで入れてもらって、中長編み引っ掛けて次の目ここに入れて中長編みという感じで、中長編みでこういった感じですね。端まで編んでいこうと思います。
はい、こんな感じで端の方まで編んできました。で、マーカーつけといたところが一番最初に編んでマーカーつけといたところになるので、ちょっとここを取りまして、で、引っ掛けて一番最後にこの場所に編み入れます。はい、中長編みを編みました。で、前を見るとこんな感じですね。はい、これで2段目の終了です。それでは3段目です。鎖を1つ立ち上げて表を向けます。で、こっからも中長編みを編んでいくんですけれども、こっちにも鎖見えてて、こっちにも見えてると思うんですけど、一番最初のところはこれ一番端っこの目です。この真正面に見えてる方ですよね。ここのところに入れまして、これ鎖です。ここを取ってね、まず1目中長編みを編んで、でマーカーをつけておきます。でつけたら次からが上半目を取ってリブ編みを編んでいこうと思うんですが、ここが見えている方でこっちのくるっと向けたこの上の本当の鎖のところのこの上半目を取って編んでいきます。引っ掛けてこっちですね、上半目取って中長編み引っ掛けて上半目を取って中長編みという感じで上半目1本取って中長編みを編んでいきます。はい、端の目1つを残したところまで編んできました。で、最後の目、ここのところはもう左端になりますので、ここはこの上半目だけ取るんじゃなくって全部の目、この鎖を全部ですね、取って最後中長編みを編んでみてください。はい、これで3段目の終了です。で、4段目も同様な感じになるので、鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。そしたら右端左端だけは普通にこんな感じで鎖を取って中長編みを編もうと思ってるので、普通に中長編みを編んでみてください。でまた、マカを付け替えて、すっごい糸割れがするので気をつけてください。で引っ掛けて次の目からもう上半目を取って中長編みを編んでいくというリブ編みで編んでいきます。で何回も言ってると思うんですけど、右端と左端ですね、端っこ同士はもう全部の目を取って鎖を取って編む。でその間のところは鎖の上半目だけを取って中長編みを編むという感じで何段か編んでいきたいと思います。こんな感じで1段目が引き抜き編み、2段目からそれから11段目までここが中長編みで編んできました。で中長編みだけだと10段編んでる状態になってます。で終わるのがこの上の方で今終わってる感じですね。下じゃなくって上でもしもここ段数変えられる場合にも上で終わるような感じにしてみてください。で次はこの編んだものとそれからこっちの方と合わせていこうと思うんですけれども、こちらの方は細編み2段分の上のところまでこれ取って編んでたと思うので、その上のところとまずは一つ何でもいいです。待ち針かそれからクリップとか段数マーカーとかでも、固定できるものだったら何でもいいかなと思うので、ちょっとここのところを固定します。右と左とね、まず最初に固定して固定というかもう止めて、でこれね広がってると思うんですけれども、ご自分で編まれたのもどうかな、広がってるかもしれないですけど、これをね真ん中のあたりにまず1個止めまして、リブ編みなのでねどうしても広がってしまうかもしれないんですよね。でこれの真ん中の真ん中真ん中の真ん中という感じでまずは止めてみてください。はい、止めれました。結構伸びますしね。でできたら、ここ私マーカーつけといたんですけれども、かぎ針を戻して今こっちで終わってるので、またこの反対側に向けて引き抜き編みで編んでいきます。それでは鎖を1つ立ち上げて裏にくるっと向けます。でここのとこも引き抜き編みはもうこれ取っていくところはもうずっと同じなので、ちょっとねこれ邪魔なので1つ外しちゃいますね。でここは一番上のところですね、ここ細編み細編みと来てるので、この細編みのところぐらいに入れようかなと思います。でお向かいさんのこっちの方はね全部鎖をこんな感じで取ります。
上半目だけじゃなくて全部鎖を取ってやっていこうかなと思うので、まずは細編みのところ、ここが一番大きな穴開いているので細編みのところですね。ここのところに入れるのと、向かい側はそのまんま鎖を取ります。こんな感じで取って、でまず1つ目の引き抜き編みをします。そしたら隣目と隣目、とりあえず2本引っ掛けたいので、よいしょ、2本引っ掛けるのと、もう一つお向かいさんですよね。ここの鎖のところを取って引き抜き編みをする。で次隣のところ、大体のところを取っていただきまして、2本じゃなくても1本でも大丈夫ですよ。取れなかったらね、そんな無理やりとかでもなくて、とりあえずこんな感じでやっていこうかなと思います。ここからずっと引き抜き編みを端の方までしてきました。下の右端の鎖とマーカーがついているところと、一番最後にここをつなぎ合わせます。こことここですね。これで最後までいきました。そしたら鎖を1個編んで、こっちの方はね、また糸処理するぐらいに残していただいてカットしていただければなと思います。これぐらいですかね。残してカットしました。で抜いてちょっとキュッと留めて、これで半分できたので、こんな感じですね。ちょっとこっちのところがステッチになってるような感じで、反対のところこんな感じになってます。でそしたら次反対の方ですね。こっちもまた同じようなやり方でやっていただいたらいいです。つけるのもこっちの方ですよね。一番最初ここから糸をつけてずーっと編んでって、こっちまで来たらくるっと裏に返して、でここから引き抜き編みをしていったと思うので、こちらの付け方をですね参考にしていただいて、下のタイムコードをポチッと押していただいたらサイドの部分で始まると思いますので、その部分から見ていただいて編んでいただければなと思います。反対のサイドの部分も同じような感じで編んできました。で糸処理なんですけれども、ここは糸をつけて編んでいるところ、編み終わりのところ、これカットしてあって中の方に糸処理をしてあります。でこっちですね、ここも糸をつけて糸処理できるぐらいに残してあった部分、これも中の方に糸始末をしてずっと編んでって、これが今糸ついたままですねになってる編み終わりのところになります。で今度はこのバッグのこの底のところを合わせて細編みを編んでいこうかなと思います。それではこんな感じで今ダンスマーカーついてるんですけれども、ここのところはね普通にこうペタッと折っていただければもうこんな感じでなると思うので、それをしていただいて、この、模様が前後で合うような感じにしてある状態ですね。で糸をついてあるので、このまんまで一つずつ細編みを編んでいくだけですね。それではここ細編みで編んでいくんですけれども、この黄色と黄色ですね、こっちのところは合わせてこう目数を数えて編んでいかなきゃいけないんですけれども、その間のこのソックヤーンで編んだところですね、ここのところはもう目数とかここ関係ないので、これに合うようにこうすくって編んでいくという感じになります。鎖を一つ立ち上げて、まずはこの一番端っこのこの鎖ですね、こんな感じで合わせて、この端っこ同士はもうどこでも大丈夫です。ここを端っこ同士を取って、でここですねのところでまずは細編みを1目編み入れます。ここがねちょっと一番ね硬いところというか合わさってるのでちょっとなんですけれども、それから次その隣の部分とここですね、この隣の部分と、それからここはもう合わせてるところになるので、こんな感じで取れるところに入れていただいて、でこれもこの隣なのでここですね、に入れて細編みを編むっていう感じです。こことでからこの部分でここという感じで一つずつ細編みをずっと編んでいきます。
でもうここのところはもうやりやすいですよね。お迎えさん同士のこの鎖見えてるところを1個ずつ取っていったらいいので、こんな感じでいっていただいて、ここのところもこう折って、ここはもう目数がちょっとこんな感じでガタッとなっているので、まずはこの黄色の部分ですね、それとこの中の部分合うところを取っていただいて細編みを編んでみてください。ここからずっと細編みで端まで編んできました。で今一番最後の目まで編んであるので、ここでも終わりになります。鎖を一つだけ編んじゃって、で糸処理できるぐらいにまた残してカットしておきます。で抜いてもらってキュッと締めて、これで下の部分も合わせることができました。こんな感じでなっているので、ここのところもアクセントになって可愛いかなと思います。で糸端、これ糸処理しなきゃいけないのも、この編んだ細編みのところですね、裏から入れてもらって、裏ってこの中の方ですねの中のところステッチみたいにピーってなってると思うんですけど、ここに入れてもらって糸処理をしていただいたらいいかなと思います。で最後にこの持ち手の上の部分かがっていこうかなと思います。それではとじ針に糸端を通したら、この一番端っこからかがっていきます。まずは端っこのこの鎖見えてるところ、ここですね、ここからスタートしていくので、まずこうギューッとちょっと一回締めて、でもう一回また同じところに入れて、でもう一回こうギュッとしますね。はい、これで端っこのところこんな感じで固定をできたので、次からはもうこの隣同士をしていきます。はい、こんな感じで最後まで仕上げてきました。まずは大きさを測っていくと、今この状態で上から下まで測って大きさ43センチぐらいです。で幅の部分ですね、この平置き状態で測っていって、こうなのでだいたいが25センチぐらいで、上から下まで真ん中の部分で28センチですね、28センチ29センチぐらいかという感じになっています。で持ち手の部分だけでは14センチで、この広さを測っていきます。まちのサイドは7センチぐらいという感じになっています。本体の模様編みからずっと持ち手のところも一体型にこうなっているような感じになっているので、一見こんな感じでね、パッと見るとすっきりしてる感じと思うんですけれども、サイドのところにねミルフィムソックヤンを持ってきたことによってちょっとねなんか違うなっていう、ちょっとおしゃれな感じになっているかなと思います。で下のところもこのミルフィムソックヤンで細編み編んでるんですけれども、こんな感じで編んでるので、そこってね、そこでこんな感じで持ったら全然見えないんですけれども、ちょっとなんかこう見た時にちらっとここ見えるのもすごくねテンション上がる感じに見えるかなと思うんですよね。なんかちょっと見た時に可愛いとか思っちゃうかなと思うので、自分的にはそう思っちゃうかなと思ったので、ちょっとご紹介させていただきました。で本体はこれコットンで編んでるので、コットンってそんな伸びがないと思うんですよね。しっかりしているものになるので、エコバッグには向いてる素材ではないかなと思います。でサイドのところはこれリブ編みになっているので、リブってこうすごくね伸び縮みがするかなと思うんですね。なのでペットボトルとか結構ねこれいっぱい入るんですよ。2リットルのペットボトルとか入れてもらっても全然余裕でいっぱい入る感じだし、で本体自体これレースチックな感じでなってるので伸びそうかなと思うんですけど、結構ねこんな感じで引っ張ったとしてもそこまでなんかこうビヨーンと伸びるっていう感じではないです。今こんな感じで引っ張りましたけど、しっかりしてるかなと思います。なのでいっぱい物を入れたり、お買い物のエコバッグとしても使っていただけますし、普段のバッグとしても使っていただけるかなと思いますし、プラスお家の中でちょっとキッチンのところとかにでもねかけといたらすごい可愛いかなと思うんですよね。なんかいらないビニール袋とか結構うちにはいっぱいあるんですけれども、そんなんとかをちょっとポイポイポイと入れてかけといたりとか、こうやってしてかけとくだけでも可愛いかなと思うので、
ね、玄関とかに置いて何か入れたりとかもできますしね、いろいろな使い方ができるかなと思いますので、ぜひぜひ色を変えてでもすごく素敵になりそうなので、お友達に編んでもらったり、娘さんとかお孫さんに編んでいただいたりとかして活躍していただけるようなエコバッグになったかなと思います。よろしければ編んでいただければ嬉しいです。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。